プラス AI ニュースラボ。高市首相の台湾をめぐる発言ありましたよね。はい。あれで日中関係が急速に冷え込んでるわけですけど、そうですね。これってどうすればいいのかとか、もう気にしなくていいのかっていうご質問をいただくんです。はいはい。そこで今日あなたが送ってくれた2025年11月25日時点の最新報道とか専門家の分析資料ですね。これをもとにこの問題にディープダイブしていきたいなと。はい。で、結論から言っちゃうと、答えは冷静に、でも決して無視はできないってことになりそうです。なぜそう言えるのか、早速紐解いていきましょうか。行きましょう。これはもう単なる外交的な言い争いのレベルじゃないんですよ。ほう。すでに経済の一部に具体的な影響も出始めてますし、専門家の一部はこれを深刻かつもう後戻りできない戦略的転換点とまで見ていますからね。じゃあまずそもそも何が起きたのか、ちょっとおさらいしましょうか。はい。発端は、高市首相が国会で台湾有事は日本の存立危機事態に該当しうると。つまり自衛隊が関与する可能性に言及したことですよね。その通りです。で、この存立危機事態っていう言葉よく聞きますけど、これが今回の、最大のポイントになりそうですね。まさに。これは日本の安全保障政策上、もう極めて重い言葉なんです。重い。簡単に言うと、日本と密接な関係にある他国への武力攻撃が起きて、それによって日本の存立が脅かされる明白な危険がある事態を指すんですね。なるほど。で、この認定がされると、集団的自衛権の行使、つまり自衛隊が直接関与できると。だからこそ中国側はあんなに強く反発したわけですね。これまでとはもうレベルが違う最強硬の反応です。具体的にはどんな反応だったんでしたっけ？まず、経済的な圧力ですね。日本産の水産物の輸入を事実上ストップしました。ありましたね、それ。さらに、当時の駐大阪総領事が SNS で斬首なんていう、脅迫的な投稿をしたり、うわぁ。しまいには国連に日本を生差しで批判する書簡まで提出しています。そこまで？これらはもう明らかに従来の外交儀礼を逸脱していて、中国側の相当な危機感の表れだと、言えるわけです。外交儀礼を逸脱するほどの強い反応ってことは、やっぱり単に言葉尻を捉えただけじゃなさそうですね。違いますね。何がそこまで中国の、いわゆる逆鱗に触れてしまったんでしょうか？これはもう、日本の安全保障の論理と中国の革新的利益。これが正面からぶつかったということなんです。正面衝突？はい。ここでキーワードになるのが戦略的曖昧さですね。戦略的曖昧さ？これまでの日米は台湾有事にどう関わるか、いわばポーカーフェイスを貫いてきたわけで。介入するかもしれないししないかもしれないって態度をぼかすことで。そうそう。それによって中国の動きを牽制してきた。そのポーカーフェイスを今回の発言で崩して、私たちは介入しますよと手札を見せちゃったようなもんだと。中国はそう受け取ったということですね。なるほど。もちろん日本側には日本側の狙いがあったわけです。最近の中国による台湾周辺での軍事活動の活発化に対して力による現状変更は許さないぞという、抑止力を強化するっていう。抑止力強化ですか。でもその狙い、結果として経済報復を招いて、ついにはアメリカが仲裁に入る事態になってるじゃないですか。なってしまいました。これって抑止どころか、なんか逆に事態を悪化させただけっていうふうにも見えません？そこがまさにこの問題の評価が分かれるポイントなんですよ。ほう。そうそう分析すると、専門家の間でも長期的な安全保障のためなら短期的な経済損失は覚悟の上だったんだっていう意図的な戦略だったという見方もあるにはあるんです。なるほど。覚悟の上だったと。ただですね、結果だけを見ると戦略的に失敗した失言であった可能性が高いと私は見ています。失敗した失言ですか。根拠は2つあります。はい。一つは日本が目指したはずの抑止と対話の両立がもう完全に崩れてしまって経済報復っていう制御不能なコストが発生したこと。確かに。そしてもう一つ、アメリカが日中双方に電話会談で介入せざるを得なくなった。はい。これは裏を返せば日本の行動がアメリカの外交努力の足かせになったとみなされた可能性を示唆しているわけです。なるほどな。つまり善意の抑止力強化だったのかもしれないけど、
結果的には日中関係を後戻りできない段階に進めてしまった。そういうことですね。だからこそ、気にしないっていう選択肢はもうありえないということですね。ええ。そして最後に一つ、あなたに考えてみてほしいことがあるんです。はい。今回の件って、安全保障の世界でよく言われる安全保障のジレンマのもう典型的な例なんですよ。安全保障のジレンマ。そうです。自国を守るための軍備強化とか同盟強化が、かえって相手国の警戒心を煽っちゃって、結果として軍拡競争を招いてしまう。ああ、なるほど。このジレンマの中で、緊張を無駄に高めることなく、平和を維持するための本当の強さって一体何だと思いますか？